その女は一日で熊を3頭撃ち、人間からは化け物だと思われた。これは罰として無人島に捨てられ、2年後に生きて帰ってきた女の話だ。1542年、3隻の船がフランスを出る。国王の命令でカナダに町を作りに行く船だった。指揮するのは副王を任された貴族ロベルバル。船には200人の入植者、そのうち数人が女だった。一人はマルグリット・ドラロック。自分の所領を持つ若い未婚の領主で、ロベルバルの近い縁者だった。ロベルバルは財産をほとんど使い果たしていた。カナダへ渡ったのは富を取り戻すためだ。航海の途中、マルグリットは船に乗っていた若い男と恋に落ちる。年老いた次女ダミエンヌが2人のために見張りに立ったが、狭い船の上で隠しきれるものではなかった。話はロベルバルの耳にも入り、怒りを表に出さないまま罰を決めた。カナダに着いたすぐ後、ロベルバルはマルグリットとダミエンヌを島に下ろした。そこは当時の地図に載っていた悪魔の島。船乗りたちは嵐の夜にこの海で人の声を聞くと言っていた。ここがお前の罪を償う場所だ。ロベルバルはそう言い残し、火縄銃を4丁と弾薬を置いていった。それを見ていた恋人が荷物をかき集めて島へ向かった。ロベルバルは船を出した。自分の手を汚さずに済んだと満足しながら、3人は木を切り出して小屋を建てた。壁を組み、屋根を拭いて寝床を作る。岩だらけの島に家が一つできた。夜になると島中で何かが吠え、小屋の壁が外から揺すられた。一晩中やまなかった。火縄銃で獣を撃ち、草と根を集めて食べた。しばらくの間、3人はそこで暮らしていた。やがてマルグリットは自分が身ごもっていることに気づく。8ヶ月、3人は水平線を見続けたが、船は一隻も通らなかった。もう来ないと分かった時、恋人が倒れ、亡くなった。マルグリットは男の子を産み、自分の手で洗礼を授けた。守る者はいなくなった。獣が来るたびに、女2人で追い払う。銃も剣も彼女が覚えた。ある一日で、彼女は熊を3頭撃った。1頭は卵のように白い。その獣たちは何ヶ月経っても夜になると吠えた。だが、いつからか近づいては来なくなった。島の怪物が女の粘り強さに根負けしたのだ。16ヶ月ほど経った頃で、ダミエンヌが死んだ。そのすぐ後に赤ん坊も死んだ。島に残ったのは彼女一人だけになった。一人になってから彼女は毎日火を焚いた。見つけてもらう方法はそれしかなかった。2ヶ月後、沖に漁船が現れる。彼女は火を焚き叫んだ。漁師たちは近づかなかった。悪魔が見せる幻だと思ったのだ。島に降りた彼らは痩せこけた人影を化け物だと思った。それがフランス語を話し、ようやく人間だと分かった。捨てられてから2年5ヶ月が経っていた。3度目の冬の前だった。フランスに戻った彼女はノントロンという町で子供たちに読み書きを教えて暮らした。悪魔の島から帰った女だと町の誰もが知っていた。悪魔の島は17世紀の半ばにはどの地図からも消えている。彼女が2年5ヶ月を過ごした島がどれだったのかは分かっていない。カナダの東の海に彼女にちなむとされる島がある。その島は今も乙女の島と呼ばれている。